皆さん、こんにちは。今日は日本のバレンタインについてご紹介します。バレンタインは2月の14日ですね。皆さんの国でも2月の14日だと思います。日本でも2月の14日はバレンタインですが、もしかしたら皆さんの国と日本ではバレンタインの楽しみ方が違うかもしれません。もしかしたらこの動画を出している当日が2月の14日かもしれないし、もしかしたらちょっと編集が間に合わなくて次の日とかに出すかもしれないんですが、タイムリーなトピックだと思うのでご紹介します。動画をね、始める前に今日なんですが、ちょっと風が強いんですね。もしかしたら雑音になって風の音が聞こえるかもしれないのですみませんが、ご了承ください。今日ね、動画を撮らないともう動画を撮れる日がないので、皆さんには聞きにくくなってしまうかもしれないんですが、すみません。許してください。ということで、本編に行ってみましょう。はい。皆さんの国ではバレンタインって何をしますか？日本ではバレンタインには女性から男性にチョコレートを渡す日です。もしかしたら皆さんの国では男性が女性にお花とかチョコレートとかを渡す日かもしれません。でも日本では逆なんです。女性が好きな男性にチョコレートを渡します。お花を渡すっていうのはあんまり聞いたことがないんですが、だいたいチョコレートをね、作って渡すとか、チョコレートを買って渡すっていうのが基本的な日本のバレンタインです。でもね、これは女性が恋する男性、好きな男性にあげるだけではなくて、バレンタインをみんなで楽しむっていうのも日本らしい文化です。このチョコレートをあげるの種類には4種類あります。この女性が好きな男性にあげるチョコレートを本命チョコレート、本命チョコとかって言います。他には義理チョコって呼ばれるものもあって、これは女性から男性に本命じゃないけどいつもありがとうっていう風な意味を込めて送るチョコレートです。例えば会社の同僚とか上司とかそういう人にチョコレートを渡します。で、他にも3つ目、友チョコっていうのもあります。友チョコっていうのは、まあ基本的には友達の男の子にチョコレートをあげるっていうのもそうだし、女の子同士でチョコレートを作り合ってプレゼントし合う、交換するっていうのも友チョコです。それから4つ目かな。これは自分にチョコレートを買って自分にプレゼントをする。これはなんか調べたら自分チョコって呼んだりする人もいるらしいです。あんまり呼び方があるとは私も知らなかったんですが、とにかくね、例えば素敵なチョコレートの高いブランドありますよね。そういう普段は買わないような高級チョコをいつも頑張ってる自分にって言って自分にプレゼントするっていうのが自分チョコ。そういうことを楽しむ人もたくさんいます。だから、例えばデパートとか、スーパーとかでもバレンタインの時期になると、チョコレートがたくさん並びます。デパートとかだと、チョコレートフェアとかがやっていて、普段はお店にはない素敵なブランドがたくさん集まってきて、一斉にバレンタインチョコレートですって言って売ることがあります。これはとてもね、行くと楽しいので、日本のバレンタインの季節にね、日本にいるなら、ぜひ、デパートに行ってみてください。私も結構毎年友達とバレンタインの時期にデパートに行って、あれが美味しそう、これが美味しそうって言って、いろいろと試食しながら、たくさんチョコレートを買います。はい。このね、バレンタインって、大人でももちろんやるんですね。会社でチョコレートを同僚とか上司とか部下とかにあげる。そういうこともします。が、学生の時がおそらく一番楽しいと思います。学生にとってバレンタインはドキドキハラハラ、そんなイベントです。例えばね、中学とか高校のバレンタインだと、バレンタイン当日は
男の子がね、みんなちょっとそわそわしています。なぜかというと、バレンタイン当日はちょっと面白くて、好きな男の子がいる女の子は朝ちょっと早く学校に来ます。で、好きな男の子の机にこっそりチョコレートを入れておきます。場合によっては手紙とかもね、書いて、実は私は何々くんが好きですっていう風に気持ちを伝える人もいれば、例えば放課後にここに来てください、話がありますって手紙を残す子もいます。これはね、皆さんの国ではもしかしたらちょっと違うかもしれないんですが、日本の小中高、小学校、中学校、高校、基本的にはどの学校でも自分のクラスと自分の席があります。日本では毎朝自分のクラスに行って自分の席に座ります。決まってます。いつも同じです。だから、そこの席は誰々さん、そこの席は誰々くんって決まってるんです。そのね、席には基本的にテーブルと椅子がセットになってます。で、机の中って言うんですけど、机のね、下には教科書とかを入れておけるスペースがあります。基本的に。多分どこの学校でもそうです。だから、席に座ったらすぐにそこから教科書を取り出せるようになってます。そのスペースはロックとかをかけないので、誰でも開けられるんですね。まあね、このやり方は結構、なんていうのかな、ベタすぎて、実際はそんなにする人はいないと思いますが、やっぱり男の子としては何があるかがわからないから、ちょっとね、ハラハラするし、バレンタイン当日は机の引き出しを開けるのがちょっとドキドキするって私の男友達は言ってました。ただね、現実としては結構みんなバレンタインの日はみんなで友チョコをして交換し合うんですね。だから女の子が持ってきたチョコレートとかを男の子の友達に配ることもあります。これはすごくよくあることで、男の子も俺もチョコレート欲しいって言ってもらいに来たりとかします。私も高校時代とかは自分でね、作ったチョコレートを学校に持って行って、女の子の友達とわーって交換して楽しんだりとか、男の子にもあげて楽しんだりしました。これはバレンタインデーですね。バレンタインの時は女の子から男の子にあげます。でも、翌月3月14日にはホワイトデーがあります。これは皆さんの国にもありますか？日本ではこのホワイトデーには男の子が女の子にチョコレートをくれてありがとうってお礼をする日です。だからだいたいね、学校で友チョコとかをみんなで配ったりとか交換した時は次の月のホワイトデーに男の子がお返しを持って学校に来ます。それも同じように、チョコくれたからありがとうお返しって言ってみんなにあげたりとかしてます。すごい楽しいイベントですね。実はね、日本では基本的に学校でお菓子を食べてはいけませんっていう校則があることも多いです。でも、バレンタインの日は先生たちもちょっとね、見てないふりをしてくれることが多いです。それに、生徒も結構先生に対していつもありがとうってチョコレートをあげたりするので、先生たちもね、悪い気はしないから、楽しいイベントとして、いいよとは言わないけど、見てないことにしてくれる。そんな感じの心がね、温まるイベントかもしれないです。はい。ということでね、今回の動画は以上です。日本のバレンタインについて、なんとなくイメージはできましたか？私はね、個人的には海外のバレンタインに男性から女性にお花やチョコレートを贈るっていう文化がすごく素敵だなぁとは思います。でも私自身も日本のバレンタインを楽しんできたので、すごくいい文化だなって思ったりもします。ぜひね、こういう動画がいいなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。コメントやリクエストもお待ちしてます。